皆さんこんにちは、タカティンです。はい、それでは今回はモンスターハンターワイルズで絶対にしておくべき設定などを紹介していこうかなと思います。じゃあまずは優先度順に紹介をしていきましょう。さあ、そしたら第1はこちら。カメラ距離だね。これね、初期設定だったらこれくらい近くなってるんですが、実はオプションの方で、かなりね、ハンターから遠めの、設定にできて、こちら。カメラ距離前後をマックスの10にしまったらこれくらい違います。ワイルズのモンスターは結構大きいモンスターが多いんで、なるべくこれはマックスに近い方がいいかなと思います。これをやるだけでかなりモンスターのモーションとか見やすくなるかなと思います。カメラ距離横はね、あんまり、これやったところでそんな変わんないから、これはまあ1でいいかなと思います。もう前後のこのカメラ距離は絶対にマックスにしておきましょう。じゃあ続いてはダメージ数の標準有無について。これはね、結構質問が多かったんですが、小数点ありの設定があるんで、気になる方はこっちにしてもらったらいいかなと思います。最初は小数点なしになってると思います。さあ、続いてやっておくべきやつは、ミニマップ系の設定なんですが、ミニマップの回転設定ってやつがあります。回転設定ってやつは、もう北とか南とかね、ぐるぐる回っちゃってわかんなくなるから、回転しないの方が迷子にはなりにくいかなと思います。おすすめは回転しないだね。あとは他プレイヤーのヒットエフェクトとか、こういったやつはいじれるんですが、この辺はお好みでいいかなと思います。結構ね、画面がぐちゃぐちゃになりやすいんで、そういった時にきついなって思ったらオフにしてもらったらいいかなと思います。で、ただし、他社のセクレートの非表示設定ってやつがあるんだけど、他社のセクレートは正直非表示設定はオンにした方がいいかなと思います。というのも、セクレートがね、乗ってない時でも表示されちゃうと、結構画面にセクレートが、4人でマルチしてたら4人分のセクレートがいるからね。そういった意味で他社のセクレート、非表示設定については今オンになってますが、オンにすれば見えなくなるから。で他社が、乗ってる時には映るんだけどね。乗ってない時に、表示されなくなるんで、こっちは絶対オンにした方がいいかなと思います。で、続いてはセクレートのオート探索設定と、これはね、正直オンになってると思いますが、オフの方が使いやすいかなと思います。ピンを刺してる時にね、オート探索がしてくれたら便利なんだけど、とりあえずどうしよっかなーっていう時に勝手に走り出すと結構大変なんで。さあ、そしたら続いて重要なやつは、コントロールのこちら、自動納刀設定。これはね、戦闘中には自動的に武器を納刀しないんだけど、結構採取とか、ね、大型モンスターと狩猟しない時とか、すぐに納刀しちゃったりとか、あと大型モンスター逃げた後とかね、っていう時とかの納刀がすぐしちゃうやつを、納刀しないの方が便利かなとは思います。自分でね、アイテムしようとか、あと四角ボタンを押して納刀した方がやりやすいかなと思います。さあ、続いて重要ポイントはこちら。集中モードとか照準の移行設定。これはね、2種類あるんですが、L2 長押して集中モードをしたい方は上だね。で自分みたいに切り替えでしたい方は下にしておくといいかなと思います。でこれね、なんと、この後説明はするんですが、抜刀してすぐに集中モードに勝手に入るかどうかはここで決まります。でこの後ね、武器の近接武器とこの遠距離武器によって集中モードが切り替えするかってやつはこれオンオフで切り替えれるんですが、自分の場合だったらこんな感じ、近接武器だったら切り替え、遠距離武器の場合だったら長押しで継続という感じにしてます。これね、こっちだけを、切り替えとか長押しとかで設定しておくと、さっき説明した集中モード移行設定、今切り替えになってる状態で、やってみるとこんな感じだね。まず抜刀してもらって集中モード。これ今切り替えなんで、1回しか押してません。長押しはしません。で、これね、今、切り替えの方にしてるからこんな感じ。抜刀するだけでも集中モードに入ります。これがね、めちゃめちゃ便利。なんで、上側の方も切り替えにしようかないと、これだね。こっちをもし長押しで継続にするとこんな感じ。納刀した後に、抜刀した場合こんな感じで、ね、集中モードに入りません。今は入ってるんだけど、これ。納刀して抜刀するとこれ。こんな感じで集中モードが切れてしまうと。なんでここは好みなんですが、自分はね、すぐ抜刀した集中モードに入った方が便利なんで、こっちの継続の方も切り替えでやってます。ここはお好みですが、正直近接武器、太刀を使うのであれば、自分的には切り替えにしておいた方が、抜刀したらすぐに集中モードって感じになるんで。なので基本的には納刀して回復するときとかだけだね。その時以外はひたすら集中モードとかにしています。でもちろん集中モード常にするのは結構デメリットもあるんですが、慣れれば使いやすいと使いやすいんでね。もし興味が湧いた方はぜひやってみてください。なかなか慣れれば強いと思います。なんで一番理想的なのは、切り替えで、見切り切りとかね、そういった
集中モードしない方が強い場合のみ切り替えで押して変えれていくのが一番便利かなとは思います。自分も練習中ですが。で、続いてセクレートの呼び寄せ操作と。これはね、ライズ、3ブレイクの、丸ボタン長押しで呼び寄せるやつに慣れてる方なら、これだね、タイプ2とかにしておいた方がいいかなと思います。これで追加で、長押し。3ブレイクで言ったら A ボタン長押しみたいな感じで使えるんでね、この辺はお好みで。自分はもう矢印の方に慣れたんで、そのままでやってます。さあ、そしたら続いてはセクレートの設定について話をしていきましょう。セクレートはこんな感じで、乗ったらすぐにね、走り出してしまうんですが、これを設定で実は変えることはできます。もちろんね、これ、急停止することで止まることはできるんですが、急停止のボタンを押さないと止まんないんでね。なんでこの R2 ボタンを押すのが結構大変って人は、まずはね、設定を今からいじるやつをやった方がいいかなと思います。さあ、それの重要ポイントはこちら、セクレートのマニュアル操作設定と。これがね、最初はタイプ1になってて、プレイヤーの操作とはちょっと違うような感じになってます。これをタイプ2にすると、本当にプレイヤーの操作に近い操作になるんで、比較的違和感なくできるかなと思います。なんでね、もし、結構移動しちゃって大変って人は、このハンターの操作に近い設定してもらった方がいいかなと思います。最初は走り出したりしてしまうんですが、こんな感じ。L スティックだけでこれ止まってます。なんで R2 ボタンを押して、この減速押して止まらなくても、L スティックをね、止めるだけで勝手に止まってくれるんで。なんで崖から落ちたりとか、そういったことは少なくなるんじゃないかなと思います。もちろんね、オート移動しといた方が、出だし、スタートダッシュは早くはなるんですが、そういった崖とかから落ちて、モンスターとね、対峙した時に大変って人は、こんな風に設定した方がいいかなと思います。こんな感じはね、乗ってすぐも、止まったりもできるんでね。まずはこのマニュアル設定にしてもらって、ハンターと同じような操作感にしてもらうのが一番いいかなと思います。こっちの方が個人的には便利かなとは思うね。ちなみにこんな感じでピンを刺したら勝手にね、走ってはくれるんで。なんで自分で操作したい時のみ、こんな感じで外してもらったらいいかなと思います。もちろんピンが刺さってる時はこんな風に止まって、やったとしてもピンの方に勝手にね、走っていきます。なんでピンをした時のみはこの太田自動移動がしてくれるんで、ピンを刺しない時、モンスターと対峙してる時とかにはすごく便利かなと思います。さあ、続いてはね、カメラ速度設定に入っていきましょう。自分的にはこのカメラ速度設定は結構大事なんで、集中モードの時の速さとかが結構大事かなと思ってます。というのも、タッチとか使ってる時に、集中モードがね、やってる時に、カメラの速度が結構遅くて、翼とか瞬間的に狙いたい時とかは、もうちょっと感度が速い方が嬉しいんで、自分としてはこんな感じ。近接武器でのL2 入力時、集中モードの時はこの8にしてます。初期設定は多分6だと思うんですが、気持ち上げるくらいがちょうどいいかなと思います。この辺はお好みで。ちなみにこれ20とかマックスにすると集中モードめっちゃ速くなるんで、ここだけをいじってもらったら一番いいかなと思います。こんな感じだね。マックスにするとこんだけ速いんで、ここだけをいじれば結構ね、快適にできるかなと思います。ここの感度の設定については、少し気持ち早めくらいの方が、いろんなね、弱点部位の傷口を狙っていけるかなと思います。おすすめはとりあえず8かな。ここは変わるかもしれませんが。なので、なるべくカメラ速度の抜刀後の詳細設定はオンにしてもらって、武器ごとに調整してもらったらいいかなと思います。縦だけを少し速くするとかね、そういったこともできるんで、すごくこの辺は自分好みにカスタマイズができるんで、ぜひやっておきましょう。集中モードが本作は本当に大事なんで、ここの設定はすごくやっておくと得をするかなと思います。あと、こっちのカメラ速度入力時設定のこっちと8はスインガーだね。さあ、続いて紹介しておくのがこちら、モンスターの初回発見カメラだね。これ最初はオンになってると思いますが、結構カメラ引っ張られちゃったりするんでね、最初の方向とかを見切りたいたちにとっては、オフの方がいいかなと思います。ただし、初回発見だからね、最初の1回目だけだから、ね、ゲーム体験を優先するならオンでいいかなと思います。自分としてはね、本当にタッチは見切り切りで方向は受けたいんでオフにしてます。あとはモーションブラーについては、個人的にはオフでいいかなと思います。というのも、やっぱオンだとね、ぼやけて見えるんで若干ね。なんであんまりメリットは少ないんでオフを推奨しているって感じだね。最後のこのアクセシビリティのところは、おすすめ設定に勝手になってくれるんでね。よかったらこっちの設定の方でまずは設定をして、今回紹介したものを細かくやってもらったらいいかなと思います。
はい、というわけで、とりあえずざっとは紹介したんですが、もちろんね、いろいろ製品版で設定が増えるかもしれません。この今映ってるやつは、ベータ版の設定なんでね。なんで、また製品版で設定を出すかもしれませんが、とりあえずこの設定をしておけば間違いないんでね、まずは製品版を買って、ワイルズをプレイし始めたらこの設定を試してみてください。それでは今回の動画はこんな感じで終わりにしたいと思います。ぜひぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。